バンドリサードシーズン第3話終了です。今日は豪華ゲストのお二人と一緒にコメンタリーをさせていただきましたね。改めましてありがとうございます。自己紹介お願いしてもいいですか？バンドリーポッピンパーティーギターボーカル田山かすみ役のあいみです。あいみさん。はい、同じく花園大役の大塚さえです。さえです。本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。せっかくねこうしてお越しいただいたので、インタビューなんてさせていただいてもいいですか？はい、もちろん。ありがとうございます。それでは早速なんですが、今回3期ということなんですけれども、決まった時のお気持ちいかがでしたか？もう3期が決まった時は確か2期と同時に発表されて、2期も3期もやるよみたいな感じで大発表だったので、もうすごいバンドリの勢いを感じました。確かになんかもうずいぶん昔に感じますね。だから正直あんまりこう実感としては覚えてないんですけど、だけどもう正直そのアニメの1期の時のとかはまさかそんなに続くとは思ってなかったので、いやもう本当に一重に感謝だなって思ってますね。勢いすごいですよね。イニシャルもウィークリーオリコン1位おめでとうございます。ありがとうございます。1話のハッシュタグも世界のトレンド1位とかね、ツイッターでそうですよね。アニメの実況がそうなんですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ勢い感じますよね。ありがとうございます。はい、というわけでさっきイニシャルのねありがとうございます。お話出たんですけど、その関連でバンドリたくさん曲あると思うんですけど、バンドリ全体で好きな曲というか何かあったら、もちろんポピパーもありますけど、他のバンドでも難しいんですよね。本当に難しいよね。もうだって今もう多分全バンドのしかもカバーまで合わせたら何百ってあるね。そうですよね。そう、我ながら酷な質問をしてしまったって感じなんですけど、難しいな。思い入れがあるとかでもなんか印象に残っているみたいなのでもぜひぜひなんか聞かせていただきたいです。そうだなあ、まあ私はよくねこうアフターグローの曲が好きとか言うんですけれども、まあ最近ハマっているのはポッピンパーティーのポッピンパーティーのポッピンパーティーのホームストリートです。はい。何故に？これはですね、まあとにかく心が平和になる。間違いない。なんだろう、癒しを求めているのかわからない。お疲れですか？大丈夫ですか？安定した平和と言いますか。まあこれはですね、まあゲームのガルパの中で出てくる商店街があるんですけれども、そちらのそのテーマソングをポピパが作った時の歌なんですけど、もうなんか日常にありふれた幸せみたいなのをこう見つけるのがこう上手な曲と言いますか。はい、なんでこう日常に感謝みたいな気持ちもありつつ、そうすごい心が穏やかになる曲です。なるほど。なんか曲調も珍しくて結構こう跳ねるリズムがあんまりポピパの曲だとそんなにないから珍しい。そうだね。テンポもねゆったりしてるしね。なんだろうな。さえさん。さえさん。難しいけど。でも最近やっぱりちょうど節目の年でポピパが5年になるので、いろいろやっぱ初期のことを思い返すことが多くて、で私バンドリのオーディションを受けて入ったので、そのオーディションの曲がイエスバンドリだったんですよ。なるほど。で当時エレキギターとかほんと触ったことなくて、私最初に会った時に「お前ボーカルの子よりギター下手くそじゃねえか」って言われたぐらい本当に弾けれなくて、その時に渡していただいたその曲が家版だったから、でも難しいよね、イエスバンドリね。めちゃめちゃ衝撃を受けたし、であとやっぱり一番練習した曲なんですよね。ポピパの活動してきた中で最も練習した曲はイエスバンドリなので、非常に思い入れがございますね。そうですね。いやでもまあ他のバンドの曲とかだとやっぱブラックシャウトとかは、なるほど。ロゼリアさんのブラックシャウトとかはやっぱね日常的に思い出してやっちゃうよねこれね。やるで言うとしょっちゅう狂い咲いちゃうもん。頂点に狂い咲けってめっちゃやっちゃうん
よね。そう。やっちゃうだとあとはシュワ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 ってなんかシュワリンドリーミーをなんかこう喫茶店とかで炭酸のものを頼むためにシュワシュワって言っちゃう。シュワシュワしてるみたいな。そう今日もキラキラドキドキしてるみたいな感じで今日もシュワシュワしてるって言っちゃうかもしれない。はい。ちなみに愛ちゃんたちはいかがですか？確かに聞きたい。迷うよね。でも迷いますよね。私ロゼリアさんの曲のイントロであーってなっちゃうことが多くて、好きってなることが多くて、一個ラウダーとね、オペラ・オブ・ザ・ウェイストランドはね、イントロでグワッとのランキング第1位なんですね。いやね、ラウダとかやっぱライブでもねめちゃめちゃ盛り上がってますしね。いや本当やっぱロゼリアさんこう上がる曲が多いですよね。ちなみに私はちょっとお二人の前で言うのも恐縮なんですけど、ロッカちゃん推しなんですよ。なのでそうなんです。なので2期でポビポの皆さんがキラキラだとか夢だとかシングガールズを蔵でロッカちゃんのためだけに歌うシーンあるじゃないですか。そうありましたね。もう私が人間だったら涙止まらなかったと思うんですけど人間だったらすごい熱量すごくて、だからもうその曲は本当に好きですね。1期のエンディングだったら。ありがとうございます。でも今日またステップバイステップっていうのが出てきてしまったので、そう2強みたいな2強ってなってます。確かに。いや嬉しい。ありがとうございます。いっぱい聞いていただいて。ちなみに先ほどなんかすごい練習が大変だったって伺ったんですけど、逆にこうバンドリの曲以外でこうプライベートでこう練習とか弾いたりする曲とかってあったりするんですか？でももっぱら私はもうバンドリの曲ばっかりですね。さえちゃんはなんかさ、たまにさ、なんか洋楽とかのギターリフとか弾いてたりしない？すごい。いやでもね、基本的に仕事以外ではギター弾かないからビジネス。そういう洋楽のリフとかはなんかポッピーのライブとかでも最近結構なんだろう、フリースタイルというかインストで曲と曲の間をつなぐ演出を最近結構ライブとかでやってるから、そういうのをオマージュするために弾いたりする。じゃあなんかそのために聴いてたりするの？そう勉強熱心。趣味というよりなんかそう研究してるからかっこいいね。やったすごい。そうでも基本的になんかポピーのみんなも自分で最近ねフレーズとか結構ほとんどみんな自分でやってるじゃない。そうだね。なんかまあ私たちラジオもやらせていただいたりしてるんですけど、その中でそのアドリブでジングルと言われているものをその自分たちで楽器を演奏して作るっていうのがあって、まあそういうので結構ね自分たちでフレーズを考えるっていうのは鍛えられてる気がする。すごいですね。もうじゃあもうバンドの活動もあるし、そういう作る的な部分もあるし、声優のお仕事もあるしっていっぱいお仕事あると思うんですけど、なんか続けられるコツとかモチベーションの保ち方みたいなのってあるんですか？どうなんだろうな。まあでもなんかもう日常になったからそうね。なんか最初のうちはやっぱりすごい大変で、なんかこう楽譜を覚えるのとかも慣れないから、もうすごいもういっぱいいっぱいだったんですけど、もう日常の中にそのバンド活動が溶け込んでしまったので、慣れですね。なるほど。なるほど。わかる。そう思う。同じく。なんか最初の頃はやっぱりなんだろう、一気に全部が新曲だったりもしたし、覚えることも単純に多かったし、あとそれぞれがね、ほとんどの人がそんなにちゃんと楽器やってきたわけじゃない。私たち全員でもそうか。そうだね。自分たちがそうやってないもんね。やってる楽器をやってきたわけじゃないんで、すごい多分みんな大変だったと思うけど、最近別にね、まあ普通かっこいい。すごいね。すごいですね。あ、やばい、生きた大丈夫ですか？かっこよかったです。かっこよかったです。一応5年経ったから。そうですよね。そうだね。慣れましたね。いや本当に慣れだと思う。本番前とか、あるいはライブ終わった後とか、みんなでなんかスタミナつけたりとかします？ラーメン食べるぞみたいな。でも肉かな。まあお肉がモチベーションかな。お肉がモチベーション。焼肉。
やっぱ終わった後はね、こう好きなものを好きなだけ食べるっていうのをやって、出たそれに向けてやってますね。なるほど。そうだね。でもなんか結構おかげさまですごいいろんな活動があるから、いい意味でそんなにそれぞれ毛ばんなくなったんじゃないかなっていう感じはあります。なんかそんなに楽屋とか本番直前とかでもあんま緊張してる感じもないし、いい意味でずっとなんだろう、本番中でも変わらない自分たちでいられるというか、本当もう日常なんですね。だんだんナチュラルになってきました。気がしますね。すごい。いやーね、いろんなお話聞かせていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はあゆみさん、大塚さえさんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に告知があるということでお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私たちポッピンパーティーの15枚目のシングル「イニシャル夢を打ち抜く瞬間に」が絶賛発売中です。ありがとうございます。はい、こちらアニメのねオープニングとそしてエンディングになってるんですけれども、封入特典がございまして、5月3日に私たちメットライフドームにて、ガールズバンドパーティー2020というものに出演させていただきます。そちらの最速先行抽選申し込み券が入ってるっていうことなんで、ぜひねガルパのバンド見たいなと思ったら遊びに来てください。遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなわけで今日来てくださったあいみさんと大塚さえさんなんですが、実はそうなんです。2月27日配信の第5話でもご一緒させていただけるんですよね。そうなんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しみ。楽しみ。というわけで次回は第4話、アイチャンネルでは2月20日23時30分から配信いたします。どうぞお楽しみに。それではキズナアイとバンドリート山かすみ役のあいみと花園大役大塚さえでした。バイバーイ。